こんにちは、アルシャヌルです。今回は怖い絵。著者は中野京子さん、ドイツ文学者です。普段私たちがよく見る絵も、その背景を知ると、思いもよらない怖さを忍ばせています。今回はその中から3つの怖い絵をご紹介します。ここはどこだろう？貴族のサロンか、それとも賭博場か。背景が黒く塗りつぶされ、全体が平面的で、人物のポーズも芝居がかっているため、なんとなく現実離れした雰囲気が漂い、ストップモーションをかけたようにも見える。賭けトランプをする3人の男女と酒を注ぐ1人の給仕女が狭い空間にひしめき合う。彼らの衣装の計算され尽くした色彩のハーモニーが美しい。黒によって映える様々な赤。物語は無音で進行している。緊張をはらみながら誰もが口を閉ざし、目と手だけがひそやかに、だが能弁に語り続ける。真っ白な胸元を誇示する卵型の顔の女性。間違いなく絵の要だ。ずるそうでよこしまな心がこの視線に集約されている。見れば彼女にワインを差し出す給仕女も、左端の男も、また横目を使っている。右側の若者だけが自分の手札に目を落とし、周囲で起こっていることに全く気づかない。ありふれたドラマではある。17世紀だろうと、現代だろうと、詐欺師が活躍する賭博場では、不正はいつもこのように行われているだろう。左に座ったイカサマ師の背には光が当たり、彼が太い黒帯にダイヤとクラブのエースを隠し持っているのが見える。今、その一枚を左手で引き抜くところだ。これで一気に勝負をつけるつもりだろう。最初はわざと負けてやり、相手にいい思いをさせ、油断させ、これから地獄へ突き落とす算段だ。彼はまた、いかにもさりげなく、右肘をテーブルに乗せている。疲れたので、ちょっとだらしないポーズを取ったと言いたげな風情だが、その実、膨らんだ袖と肩から垂らした長いモールで自分の持ち金を隠し、相手に数えられないようにしているのだ。当時の流行に倣って、この悪党も髪をくるりとカールし、若ぶったスタイルをしているが、見かけより年を食っているに違いない。長年人を騙し続けたおかげで、顔立ちは悪くないが、どこかしら薄汚れて、心の癒しさが全身からにじみ出ている。彼がダイヤのエースを切ることにしたのは、おそらく横目の女性の指示によると思われる。彼女は大粒の真珠のイヤリングを揺らすことなく、ごく自然な態度で、さあ、次はあなたの番ですよ、というふうに右手を出している。ところがその手は広げられておらず、親指と人差し指だけが伸びた不自然で意味ありげな形だ。あらかじめ指の数や動きで男が出すカードを決めていたに違いない。とすると、そのタイミングを教えることができるのは、食事を配ったり酒を注いだりテーブルの周りを自由に動き回れるこの給仕女しかいない。彼女はカモの手札を後ろから悠々と覗いた後、女性に赤ワインを勧めながら、目配せで、あるいはグラスの持ち方で、その時を告げたのだろう。頭に巻いたターバンの色が淡い黄色なのも偶然ではない。なぜなら、淡い黄色は裏切り者ユダの色とされ、中世にはユダの衣装を描くときに用いられた色である。こんな3人に立ち向かう若者といえば、まだほんの子供である。多分15、6歳、あるいはもっと下かもしれない。当時としては大人に分類されるし、本人も一人前のつもりだろうが、ふっくらした方に幼さが残り、表情にはまだ明確な個性すら現れていない。知恵も知識も経験もないこの少年を騙すことは、プロにとっては軽い準備運動のようなものだろう。若者は美しく着飾っている。誰もが身分相応の服を身につけることが求められていた時代なので、
彼が必要以上に派手にしているというわけではない。大金持ちの息子ならごく普通の衣装である。彼のベスト1枚でも奪えば相当な金額で売り払うことができるだろう。まさに歩く金庫。しかも無警戒なので鍵さえかかっていない金庫だ。この坊ちゃんがどうして野獣の巣窟に迷い込んだか。最も可能性が高いのは、この白い肌の女性が高級娼婦で彼女に誘惑されたという筋書きだろう。この頃のパリには公営のギャンブル場が40以上もあったというから、商館へ行く前に少し遊んでいきましょう、などと言いくるめられて立ち寄ったのかもしれない。そこに彼女の仲間が待っているとも知らず。若者は初めのうち大いに勝たせてもらったようだ。目の前に積まれた多くの金貨がそれを物語っている。楽勝を信じる若者の曇った目に見えているのは、自分に好意を寄せてくれる色っぽい女性であり、彼女のゲームに弱い知人であり、どこにでもいる手の荒れた給仕女だ。若さの特権とも言えるが、若者はそもそも自分にしか関心がない。この金持ち坊ちゃんも自分の手札の良さに満足して、次の勝負の進み方で頭がいっぱいなため、周りに注意を向けようとしない。ちょっと顔を上げさえすれば、みんなの目がいかに計算高く横へスライドしていくか見えただろうし、その違和感をもとに普通とは違う動きにも気づいたのかもしれない。もし若者が今この段階で席を立てば、ひょっとしたら逃げ切れたかもしれない。だが大抵は大負けするまであり地獄にはまったことには気づかないし、そうなってから、イカ様だと叫んだところで、有り金どころか下手すると命まで取られかねない。それほどの危険にありながら、当の本人だけ気づいていないというのは、誰の身にも起こりうることだけに恐ろしい。このラトゥールの作品は、百戦錬磨といった悪女を中心に添え、同じ穴の無地なである小悪党、おこぼれに預かろうとする給仕女、金持ちの坊やと風俗画としての役者がずらり揃っている。物語の展開も見てすぐわかる。そのわかりやすさが作品を損ねなかったのは、やはり娼婦の横目のおかげだろう。強烈に印象に残る忘れがたいこの視線は、目が心の窓であるということを見る者に染み込ませる。このような悪党どもと若者が織りなすドラマになぜこれほどの吸引力があるのだろうか。それはやはり愚かな若者を笑った後、自分も同じかもしれないと急に不安にとらわれるからではないか。この絵には人を陥れようとする人間の邪悪な視線が見事に描かれているが、現実にはこれほどはっきりと悪が見えるわけではない。自分では気づかずに猛獣のそばにいることもあると頭では理解していても、その場で見極めがつくかどうかわからない。危機の最中にありながら全く平気でいる。なんと恐ろしいことだろう。なぜならいずれ必ずその危機には直面しなければならないのだ。知らずにいた時間が長ければ長いほど破局は大波となって押し寄せるに違いない。それに気づいた瞬間、それこそが恐怖の本質であろう。ラトゥールは1600年前後のフランスに生きた画家である。戦争、略奪、虐殺、ペストと大変な時代を生き抜き、財産を守らねばならなかったのだから、人間不信にもなっただろうし、自分を騙そうとする人間たちの邪悪な視線にも繰り返し出会っただろう。一番恐ろしいのは、天変地異でも幽霊でもなく、生きた人間だと肝に銘じた者にしか、このイカサマしのギロリとした横目は描けなかったのかもしれない。エドガー・ドガ、エトワール、または舞台の踊り子。エトワールとはスターを意味するフランス語で、ここではプリマバレリーナを指す。
今しもそのエトワールが舞台中央へ走り出てきて、片足を上げるポーズを決めたところだ。首に巻いた黒いリボンが軽やかに翻り、下からの強いライトに照らされたトゥーシューズ、足、胸、首筋が人工的な白さに輝き、顔や腕の一部の暗い影とくっきりとした対象を示す。この鮮やかに切り取られた決定的瞬間を見る視点は、舞台斜め上方である。つまり正面の観客席ではなく、舞台の真横のステータスの高い桟敷席からの視点なのがわかる。ここからだと、本来は正面の観客席から隠されている装置の奥や舞台の袖まで見通せることがあり、次の出番を待つバレリーナたち数人の姿が見えている。その手前には黒い服を着てポケットに手を突っ込んだ男が一人。支配人かバレエ教師か、はたまた。斬新な構図と見事な光の表現、大胆さと繊細さが絶妙に入り混じったタッチ。華やかで幻想的な舞台の魅力を伝えて、これはドガ随一の人気作である。この絵の一体どこが怖いというのだろう。ドガは祖父の代からの裕福な銀行家の家に生まれ、後を継ぐべく最初は法律を学んだ。やがて画家への転校を決めて、親の援助でイタリアへ3年も留学させてもらうという恵まれた環境に育っている。40歳の時父を亡くし、そこで初めて食べるために絵を売る必要に駆られた。職業画家として自立せざるを得なくなった。彼の作品の半数以上がバレエを扱ったものであり、踊り子の画家という別名もある。ほぼ10年にわたり、オペラ座の舞台や練習場に毎日のように通い詰め、踊り子たちのありとあらゆる動きを追ったのだ。ところでバレエだが、現代の我々はこれをクラシックバレエと呼んで、紛れもない芸術の一つに数えている。必然的にバレエダンサーを芸術家とみなして、ドガの描くこのエトワールをプリマドンナのように思い、バレエを習う少女についても、裕福な家庭の子たちのお稽古ごとのように感じてしまうのではないだろうか。しかし、そうではないのだ。バレエの歴史をさっと振り返ってみよう。誕生したのはルネッサンスのイタリアで、当時は社交ダンスに近い形だったらしい。後にフランス宮廷へもたらせ発展するが、それにはルイ14世の関与が大きい。バレエ好きだったルイ14世は、専門家を育成するため、王立ダンスアカデミーを設立した。こうして17世紀後半、劇場に女性の踊り子が登場する。次の変化は18世紀前半で、足を上げたり飛び上がったりしやすいよう、スカートの丈がくるぶしまで上げられて、短すぎると一時スキャンダルにもなった。18世紀の末近くになって、オペラとバレエは完全に分離をする。つまり、そこに至るまで、まだバレエは歌やセリフ付きだったのだ。19世紀に入って、今のふわりとしたスカートが使用され始め、トゥーシューズを履き、つま先で踊る形も確立し、フランスのバレエは全盛期を迎える。ところが、19世紀半ばを過ぎる頃には人気は衰えて、バレエの中心地はロシアへと場所を変えていく。ドガが踊り子を描き始めた頃は、すでにパリバレエ界が凋落していった時期であった。劇場、とりわけオペラやバレエを上演するオペラ座が堕落していたことは、多くの人が証言している。昔からオペラ座というのは社交場としての性格の方が強かった。それは舞台横の桟敷席からも明らかなことで、ここは舞台を見るには不向きの場所にもかかわらず、一番ステータスが高い。裕福な商人や貴族たちがこの席を買い占め、お見合いの場に使ったり、社交場に利用した。飲食も自由だったし、カーテンを閉じればそこで何をしようと構わなかった。また、この高額の桟敷席を持つ客は、上演中であっても自由に楽屋や舞台袖に出入りする権利を持っていた。
となれば容易に想像がつくことだが、オペラ座は上流階級の男たちのための召喚となる。では、その召喚に常駐している娼婦とは誰か。それが踊り子だった。働く女性は軽蔑されていた時代だ。女性が敬意を持って遇されるためには自立などしてはならなかった。だから上流階級出身のナイチンゲールが看護婦を志したとき、母親はそっと押しかけて一族の皆が猛反対したのだ。この頃の看護婦は学問を学んだことのない最下層の老女か元娼婦しかなり手はないと考えられていた。同じようにオペラ歌手も娼婦と紙一重とみなされていた。踊り子がどう思われていたかも自明であろう。もともとバレエはオペラの添え物で一段格下とされていたから、ほんの一握りのバレリーナは別として、誰も彼女たちを芸術家として考える者などいなかった。その上彼女たちは足を見せて踊る。まともな女性なら長いスカートを履いていた時代だ。現代の感覚で言えば胸を出すのに近い。踊り子を志望する少女たちのほとんどすべてが労働者階級出身だったのは当然のことだった。少しでもいい暮らしをしたい、這い上がりたいと必死の彼女たちにとっては、バレエ芸術の真髄を極めるも何も、まずは良いパトロンを捕まえるのが先だった。桟敷席を定期的に借りるほど財力がある男たちも、それは承知である。当時の階級制度の中で差別感情を抱きつつ、彼らは踊り子に接近する。めでたく双方の思惑が一致すれば、パトロンとなって愛人のためにあらゆる利益を図るという次第だ。こうしてフランスにおけるオペラ上演は無理を通すパトロンたちのおかげで、どんな作品にもバレエのシーンをはめ込むといういびつなものになっていった。それがバレエ上演となるともっとひどく、パトロンたちが毎回の演目を決定する始末で、バレエの価値はいよいよ下がり、踊り子たちはますますパトロン頼みになり、パトロンたちは一層劇場側へ圧力をかけるという負のスパイラルになった。一見華やかな当時の舞台のこれが実情だった。ドガだけではなく他の画家たちも劇場を描いているが、それらの多くはかなり露骨にパトロンと踊り子たちの関係が示されている。明らかに媚びを売る踊り子の様子。まるで娼婦と値段交渉をしているかのような男たちの姿が山ほど描かれ、いかにそれが日常風景であったかを教えてくれる。この絵に戻ろう。背後の影に佇むこの男は、着ている服からして舞台関係者ではなく、上演中の舞台に平気で立っているところから、報道関係者でもない。つまり、エトワールのパトロンである。当時の人々にとっては一目瞭然だったろうが、現代の我々、バレエを洗練された芸術と考えている私たちには、なかなか見えてこない側面だ。嫌にくっきりとした黒が使われていながら、目に入ってこないのだ。ところが、こうしたことを踏まえて見直すと、エトワールの首に巻かれたリボンの色もまた、紳士の服と同じ鮮やかな黒で描かれているのが目に留まる。まるでお金で縛られていることの象徴のように。上流階級出身のドガは、その階級の男性が持つ常識の中にいた。要するに、踊り子に対する偏見を持っていた。ドガは彼女たちの顔を醜く描き、それが労働者階級特有の顔であることを示したという説まである。ともあれ、ドガが描く踊り子たちはどれも個性がないのだけは確かである。誰が誰やら区別がつかない。誰が誰でも一向に構わなかったのだろう。どの絵も踊り子と書き手の交流というようなものが全く見られない。スポットライトを浴びて華やかに舞う
エトワール。彼女は本当にスターとしての素質があるのか、それとも単に有力なパトロンの後押しでこの座を得たのだろうか。それは誰にもわからない。でも確かなのは、この少女が社会から軽蔑されながら出世の階段をしゃにむに上がってここまで来たということ。そして彼女を金で買った男が背後から当然のように見ているということ。そしてそのような現実に深く関心を持たない画家が全く批判精神のない、だが美しい絵に仕上げたということ。それがとても怖いのである。ホガース、グラハム家の子供たち。グラハム家は貴族ではないが、当主がロンドン王立病院の薬剤師だったので、特権階級に属していた。子供たちの肖像を人気画家に依頼できるほど豊かな資産を持っていた。実に愛らしい4人の子供たち、贅沢な衣装、大理石の床、高級な家具、貴重な果物。何不自由ない生活とはこのことであろう。活発に動き回りたい時期の少年少女にとって、このような服装はいささか息苦しそうだが、ヨーロッパでは子供は大人のミニチュア版としか捉えられていなかったから、完全な子供専用の服は18世紀後半になるまで登場しない。というわけで、グラハム家の子供たちも大人と全く同じ格好でポーズをとっている。随分歩きにくかったに違いない。だが、もっと大変なのは、衣装の檻に閉じ込められた左下の幼児である。姉たちと同じボンネットにドレス姿なので、女の子と間違えそうになるが、この子はトーマス・グラハム。れっきとした男の子だ。当時はイギリスばかりではなく、フランス、オランダ、そして日本も3歳ぐらいまでは男の子に女の子の服を着せていた。男の子の死亡率が女の子より高かったことと関係しているのだろうか。女の子と見せかけて死神から守ろうとしたのかもしれない。いずれにせよ、グラハム家の子供たちは今のところ男2人、女2人だ。洒落たクラバットを首に巻いた長男は革張りの椅子に腰掛けて鳥かごの小鳥を見上げながら手回しオルガンを奏でている。おしゃまな次女はスカートを両手で広げ、さくらんぼを持つ長女はいかにも姉らしく、片手で弟の腕を取って視線を画家へ向けている。このさくらんぼに手を伸ばそうとしているのが、乳母車に乗った末っ子トーマス君だ。4人とも健やかに育って、両親の自慢の種であろう。愛情をかけて育てられているのがよくわかる。見ているこちらまで幸せな気分にさせられる。ホガースは1700年頃に活躍したイギリスの画家で、イギリス最初の大画家とも呼ばれている。ホガースの絵の特徴は、イギリス流の皮肉を絵に込めているところである。そんな彼がグラハム家の子供だけを例外にするだろうか。とてもそうは思えない。確かにこの作品は上流階級のプライベートな家族肖像画であり、皮肉の対象にはなりにくい。彼としては珍しく、格調の高さを目指したようだ。ところが、実際にはそれほど格調高くならなかったのは、気楽な雰囲気や動き、それと登場人物全員が、いかにも楽しげに微笑んでいるためだろう。家族が団らんする様子を描いた肖像画において、これほどニコニコした前例は思い当たらない。数人のうち、一人や二人が笑っているというのはあっても、みんな一様に笑顔というのは非常に珍しいのではないか。右端の長男など口まで開けている。どうやらこの辺に皮肉やホガースのスパイスが効いているようだ。おとなしく命じられたまま対象を美化する気はない。やたらご機嫌なこの長男が抱える楽器。これは絵のシンボルでは悪徳とされることが多い。また、英語で鳥といえば女の子の意味
つまりこの少年はカゴに入れた鳥に向かって音楽を奏でており、いずれこの長男が大人になった時には遊び人になるだろうと言わんばかりなのだ。この作品の影の主題はメメントモリ、死を恐れるなである。画面左端に置き時計が見えるが、その上の天使像が身の丈より大きな鎌を持っている。この大釜は言うまでもなく時の神サトルヌスの持ち物であり、人の命を狩る死の道具として古来より無数の絵画に使われてきた。さらに天使の足元にはもう一つの死のシンボル、砂時計が置かれている。時の移ろいと忍び寄る死が二重に示されている。そればかりではない。右手のカゴの中の鳥は少年の手巻きオルガンに合わせてさえずっているのではなく、恐怖で必死に羽をばたつかせている。なぜなら、椅子の背もたれから目をぎらつかせた猫が顔を出してよだれを垂らさんばかりなのだ。幸せそのものの子供たちの背後には、こうして死が潜んでいるというわけである。しかし、それがこの絵の怖いところではない。メメントモリ、死を恐れるな。現世の虚しさを知り、来世に思いを馳せよというほどの意味である。したがって、肖像画を注文したグラハム氏も、子供たちの背後に大釜や砂時計が配されても文句はなかった。幼児死亡率の高い時代だったし、人間は死ぬものであり、だからこそ可愛い盛りの子供たちを肖像画の中で永遠化しようとしたのだから。では何が怖いか。この絵は予知夢ならぬ予知絵になってしまった。少女の服を着て乳母車に乗ったトーマス君はまだ物心もついていないせいか、兄のように皮肉な視線を浴びていない。丸々と太って好奇心たっぷりに瞳を輝かせた彼のそばには、将来を約束するかのようにたくさんの高価な果物まで置かれている。ところがなぜか乳母車の柄の飾りが鳥になっていて、その鳥はカゴの中の現実の鳥と呼応して羽ばたいている。羽ばたく鳥というのは、魂が肉体を抜け出す象徴なのだ。そしてトーマス君は絵の完成直後、病死してしまった。もちろん単なる偶然である。昨日まで元気だった幼児が急に亡くなるということが日常だった時代だ。あまりに儚い命の現実に対して、現代の我々が感じるような驚きは少なかったかもしれない。それにしても、ホガースはなぜ乳母車の鳥をこんな風に扱ったのだろう。猫、つまり死が身近に迫り、恐怖におののくカゴの中の鳥と、なぜ同じ姿に描いたのか。もともと柄の飾りがこうなのだとしたら、逆に今度はなぜそれに合わせて死の危機にあるカゴの鳥を描いたのだろう。背景に死のシンボルを張り巡らせるのと、幼子の乗り物を死と直結させるのが同じことと言えるだろうか。さすがのホガースもこの不幸な偶然の一致に対しては心を痛めたと思いたい。